嫌いもうせっかく昨日あんな綺麗にしたのにこのままだとね。今回の週末ビフォーアフターは4人家族で一軒家にお住まいのお宅の完結編でございます。前回時の止まったお家を家族が喜ぶお部屋に生まれ変わらせることに成功いたしました。残すはママが一番悩んでいたキッチンです。どんな風に生まれ変わるのか、続きをご覧ください。どうもおはようございます。おはようございます。昨日どうだった？私たち帰った後。4歳の息子が入るためになんて動動画撮ったんですけど、本当？はい、ちょっと見せてよ喜んだ？喜んでましたね。本当に？あ、そうなんですか？なんか声が聞こえる。もうでも分かりやすいよね。なんで？何してんだよ。おかしいね。すごいね。リアクションがお兄ちゃんより全然あるんだね。そうなんですよね。すごい。あ、もう布団が。かわいい。すごいね。もう絶対反対言うのね。いいからそれニーニーのだから。めっちゃもう芸人だった方がいいんじゃない？お兄ちゃんもここでご飯食べて落ち着くとか言って。本当に？やだもう。すごいリアルだね、この洗濯物。本当にこうやって干してるんだね。そうですね。で、ここで寝たの今日、親父は。親父反対側で快適って言ってた？もう下が興奮して寝れなくて。なかなか。でもそれぞれで寝たのね。そうですね。こっち一緒に寝ようかな。そうね、寝れるもんね。でもやっぱ一人で寝る。まあそんなわけで前半はうまくいったと。快適すぎてだから気持ちいいですね。あ、本当に景色って本当に人の心を変えるというかね、を実感していただいて、後半はキッチンと洗面とあと階段下の修正なんですけど、なんかお母さん的にこうしてほしいとかあります？まあとにかく使いやす、そうね、作業スペースが欲しい、そうだよねっていうところですね。じゃあそういうことで今日一日やっていきましょうか。お願いします。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、お願いします。あれなんじゃない？もう実家からもらったんじゃないの、この食器。なんか実家っぽいもんね。もうミニマムに暮らしたいんだったら使ってない食器は何度でいいと思うよ。いや、わかんないけどスペースが欲しいって言うから。なんとなくキッチンで使うものだからキッチンに置いてあるだけでしょ。そうですね。じゃあもうどれだけ食器があるか思い知らせてやるわ。保存用生地獄がこれから来るからね。おお、すごいわよ。まだあれですよ、奥さん。こっちにもいっぱいあるんだよ。こ
これがもうギネスに挑戦っていうか、このバベルの塔取っといてそうだね、はい、バベルね、このバベルこの下の火のラインはお菓子セットでしたすごいね。あ、まだそんなにあります。だから意外と入る場所あるわよね。だから私が入れたらまあまあ使いやすくなるような気がするわ。まあそりゃそうか。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。大丈夫。私を信じて。悪いようにしない。ということでもう本当に私ね、キッチンが嫌いもうせっかく昨日あんな綺麗にしたのにこのざまだぜっていうね。いやだからほんとさ、普段使ってる量ぐらいは多分こんなもんぐらいなのに、量的に言ったらよ、その他大勢がすごいからほんと食器棚は食器が満載で、この下にお菓子作りセットが山ほどあって、もうほんと薄い一枚の中に食材が入ったっていうね。もう一回聞きますけど、何を中心にこういうキッチンになってほしいなっていうのがあります？両方うまくできたらと思うんですけど。そうよね。お菓子作りをやめなさいとは言ってないわよ。そうですね。まあ、全然やってほしいけれども、やっぱりでも中心は日常のご飯作りよね。そうですね。そこをやっぱり一本軸にして入れていかないと、やっぱどうしてもいつも使うもののために屈伸運動をしてたり、なんか意外と使いづらかったのかな。局地的はすごく動くけど、動いてないところは本当に全く動かないような雰囲気だったんで、なるべくまんべんなく動きながらも普段の家事は楽になるみたいな、いう風な感じでよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、よく使うものから順に私にも渡していただければ、はい、なんとかしていきますので、はい、これをなんとか家族が帰ってくる前に入れないと大変なことになっちゃいますから、そうですね。やっていきましょう。はい。はい。こんにちは。ジージーがいらっしゃいました。じいじはあれね、お母さんも。お昼ぐらいになって来るの。大いやいや、体ね。そんなことはないけど。何今日は何？今日母ちゃん来た？母ちゃん。ばあちゃん？ばあちゃん、昨日来てくれなかったね。大丈夫。まだ見てなくて、本当だったらね、そうよ。びっくりするはずだった。ばあちゃんまだ来てなかったね。まあ一回もね。来てない来てない。どうもこんにちは。今ちょっとキッチン全部出しちゃって、それの5倍ぐらいあったの今入れてて、3畳だったんですよ。ここがもう物だらけで、まあもう掃除が全然行き届いてないもんで、でも掃除に時間がかかっちゃって。すいませんね。この食器と食材がどっちがいいですか？
ここに入ってたらいいな。まあまあここだけで、まあ食器はどうにかなるなっていうぐらいに入ってる。はい。だからここの使いやすい、ここもまあ使いやすいんだけど、まあ上から出せば出せるよね。はい。っていう風になってるのと、この食材がこっちなのかあっちなのかみたいになった時に、食器が一回下がっちゃってもいいのかなっていう。どう？まあまあ使う。あ、そんな使わないです。これがでしょ。そうですね。私はここは生かした方が本当はいいと思ってて、あ、こっち。あだから食器が都落ちするのはこっちなのかこっちなのかって言ったら、ここ使う時は引き出すから、ここ側の方が死んじゃうのよ、どっちかっていうと。そうです。そしたらこのライン食材でいっちゃいますよ。あ、はい。これはごめんなさいしますよ。あ、こっち。はい。そうですね。はい。はい。以下同文が多いのかしら。何か。以下同文もうが。あとはね。鉄板。鉄板切る。大体切りましたよ。あ、そう。何が欲しい。だからこれでなんかね、仕組みが弱いのよ。もうとっても。どうします？こうだからなんていうの、こう枠がないから。パサってなっちゃう。まあだから、これぐらいしかいい枠がないっていう。でもこれも実は食卓に出す分にはいいんだけど、この中に入れちゃうと非常にこう枠の分もったいないよねみたいそうです。なのがあるので、まあもし枠っぽいものが導入されればもっと使いやすくはなる。どっかで私が見つけてくるか、それとも今あるのの中でこういう箱を使ってやるか。え、早いそうです。早い方で。はい。買い出したら見直しません？せっかく見直し。見直し？買い出した。買い出した。そう今日全部出すので。はい。あれでラップとあれ上の棚変えるんでしたっどうけ？高さ。でも洋服ラックあるじゃないですか。冬は使うんですか？そう。いや、そもそもあそこに誰も入れないよね。そうですね。自分以外入れない。かけるやつが棚じゃない？はい。でももうこれでいいんじゃないかなって私は思ってて、で棚を中に入れることによってそっちがもうちょっといろいろ入れるようにした方がなんかあんまりそんなになくていいのかな。そうですね。だからこれじゃあ息子の部屋で使いますね。はい。これ先生階段下にありましたこれ。違う。お呼びでない。お呼びでない。見つけた。これぐらいならおー。息子の部屋で私が捨てるのがあれだからもう無理やり使ってただけなんで、もともとなくても。へえ。まあそんなのないより全然マシよ。
いうことではいどうぞどうぞ。 2日目の作業が無事終わり終了いたしました。今日最後はキッチンと、それ以外の、2箇所やったんですけれども、ママの理想は、キッチンにスペースが欲しいということだったので、日常の炊事がやりやすくなるようにスペースを作りましたので、見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。どうでしょう。広い。すごい。みんなのどこ行っちゃったんだろう。そうですよね。まあ素晴らしい。なんなら片付け以上に掃除に時間かかってしまい、網戸も外して洗いましたし、あはい、そこまで。換気扇のフィルターも交換しまして、はい、サニーシールドでピカピカに磨かせていただきました。素晴らしい。はい、すごい。すごく清潔でたくさんお料理が作りやすいスペースができました。じゃあこれがなんでできたかっていうと、ここら辺全部あったものが入ったということで、まずは火のライン、フル形火のラインにはしっかりこのフライパンや鍋などが入っておりまして、今日はですねこの家にあるものだけで、コーディネートさせていただいているので、ここはねちょっと空いてたブックエンドがあったのでそれを利用させていただいておりますけれども、こちらなんていうのはですね、空き箱やなんかわかんない入れ物などを使わせていただいて、仕切ることによってこのコンロ周りで使うようなものたちが入っております。今までねいっぱいサランラップがこれに出しっぱなしになってましたが、これが入ったことによって非常にすっきりしましたし、それがここに入ったおかげで、すいません、ゴミ置き場になっております。はい、ポイポイポイと入れられるようになっておりますので、非常にね床が広がっております。でこのコンロの下にはですねしっかりと、調味料や食材が入っておりまして、ここね、水のラインに近い場所だったのでしっかりとお米が待機しておりますし、こちらでは料理をするときに調味料非常にね使いやすくなっております。でなんならそうだ思い出した、ここがこの家なんかしないけどお菓子のラインでしたよね。お菓子のラインは後で説明するんですが、ここはですね、スタメンのお鍋やフライパンで、こちらが控えのお鍋類が入っておりますので、お料理はしっかり作れると思います。でも奥さん安心してください。しっかりとお菓子のラインはここの中にいっぱいあります。ダーン。どうでしょう。すごい。全部これはお菓子でなんかいろいろやるグッズでございます。思い出した、この家ってここに食材が入ってたんだよね。お母さんは知ってます？知ってます。この家は食べ物より道具の方が多いっていうねわけのわかんないお家だったんですが、とりあえず男の子2人がこのまま成長するにあたり、お菓子だけじゃダメだろうということで、お菓子は申し訳ないんですがこの地下の方に入れさせていただきました。でもね一目瞭然に入っておりますので、作りたい時はちょっと作れるような状態になってると思います。でこちらが水のライン、そのままいきましょうかね。水のものが入っております。水のラインにゴミ袋が入っていますとパッと捨てられていいので、ゴミ袋も入っておりますし、こっちの上はですねしっかりと全てが出せる高さまでしかないので、ここまで低くしてあるとここが取り出しやすくなるんですね。今までトップオブザゴールデンにあったお父さんの大好きな割り箸もですね一旦インオペで上に上げさせてもらっているんですけれども、そうなってることによってトップオブザゴールデンが非常にシンプルな引き出しになっております。それは後で見ていただきます。この後ろにもバーベルがもう1個ありますんで、これがねすごい並んでたんですよ、高いところまで。だから非常に危険な状態だったんですけど、そういったこともねなくで、ここ付近ですから、付近もすぐね取れるようにしてありますので、ここから出していただきたいと思います。あとねここもほらコンロ周りで使うようなもの、調味料と、で上はこれの替えがいっぱいありますので、なるべく早めに変えていただいてベトベトにならないようにしていただきたいと思います。実はこの家トップオブザゴールデンはこっちでございます。このダイニングとキッチンを結ぶこの動線上が非常に使い勝手がいい場所なのにもかかわらず、今までってこの電子レンジがここにあったんですよ。だからここが壁みたいになってたんですけど、ここっていうのは
冷蔵庫のラインでもあって、ボーダーラインにあるところに空間があるとですね、例えばここ見ていただきますとね、プロテイン、お父さんの大事な大事なプロテインね、もうそういったものと器だったりとかね、スプーンとかね、もう朝飲むコーヒーの器まで出てきますので、このラインでやりくりすると朝もすぐにサンドイッチが作れるということで、ここはバッファゾーンで開けております。毎日使うストレオも選び放題でございます。はい。ということで、朝ごはんもしっかりとこちらで準備ができて、こうなってると忙しい中学生のお兄ちゃんも自分で自分のことができるかなと思います。そしてですよ、この家、中に埋められていたこの家の食材がなんと今日からここに昇格しました。どうぞ。じゃーん。今までね、何を屈伸運動をしたいのか知らないですけど、コンロの下で一生懸命埋めてた食材がゴールデンゾーンに来ることによって、一目瞭然で今何があるか分かるようになって、出しやすくなって、この下にも食材がございます。この家は食材が少ない家なので、この中でやりくりしていればわざわざあっち行ったりこっち行ったりせずにね、このボーダーラインで、一目瞭然で管理ができると思いますので、私はもうここが一番大好きです。そうそう言うの忘れてました。ここはですね、水切りかごがあった場所だったんですね。そうですね。でどの家もそうなんですけど、水切りかごの定位置が動かないと、ここはあってないようなもんだわけですよ。今までってここがいろんなもの並んでたじゃないですか。だから変な話、ここは何も置かなければここが水切りスペースになるってことですよ。これがないからここが広がるわけで、そうするとここで料理しててここでよそったりとか、ここのスペースがないと本当料理しづらいですよね。ここがフリースペースで空いてれば水切りかごも上げられますし、ここがね食器の定位置になってるお家がものすごいんですね。だからやっぱりね、ここにちゃんとまな板が置けてね、料理ができるようになると非常にスムーズになりますので、ここはねなるべく開けておくと家事が楽になります。そして死ぬほどあった食器、とりあえずよく使うお皿は全部この棚に入れてます。見てください、どうぞ。はい、こちらでございます。もうみんな同じような皿ばっかりでね、とりあえず仕組みもそんなにないのでちょっと積んじゃってるんですけど、大体同じ大きさなんで、上からどうぞ全て使っていただき、そして奥さん、ここにも食器があります。じゃーん。捨ていらなくなったやつ全部ここに詰めてそうです。この家は実家でいらなくなった食器が、保管されている無駄な場所なんですけれども、ただですね、今まではこの食材が入ってた方が全て食器だったので、それが普段使うものとそうでないものと分けられただけで食材が使いやすい場所に行ったので、これは負け、もう本当に私の優しさ、こんな感じでやったんですけれども、まるっと見てどうですかお母さん。いやー素晴らしいですね。素晴らしいね。本当昨日に引き続き本当コメントが弱くてもっと感動していただきたいのに、もう作業中から感動しちゃってるからね。もうこの時間になると疲れちゃってね、コメントが弱いっていうね。でこの家のおじいちゃんも回ってる間喋んないくせに切った瞬間から喋り出すって本当ムカつく家族なんで、もっとアピールしていただきたいんですけど、昨日いなかったおばあちゃんどうですか、このキッチン。もう素晴らしい。こんなに綺麗になると思ってなかった。思ってなかったです。あんだけのものがね、収まるっていうのはやっぱりすごいなと思います。なるほど。これからは片付けに煩わされずに家事に専念できると思うので、このスペースがあなたの心のゆとりを生むと思います。これにかけてたんです。これにかけてたよね。これを機に前向きに育児や家事に専念して仕事も頑張りたいんだよね。そうですね。はい。俺はもうね、早速娘に招待してもらって、パーティーそればっかりだよね。じいちゃん用の日照日
ンの酒はね、とりあえずね、インオペです。はい、もうでかすぎて、もうここには置けませんから、避難用の場所の奥に入れときましたから。階段下だ。そうそう、階段下も一応やったんで、見ていただきたいんですけど、ここに物が多すぎちゃって、どうしても稼働してないものは階段下に埋めたので、最後そちらの方を見ていただいて終わりたいと思いますので、はい、移動してみましょう。キッチンこんな感じですっきりと清潔に生まれ変わりました。洗面も悩んでましたよね。そうですね。はい。だから洗面を通って穴の方に行きたいと思います。はい。見てください。どうぞじゃーん。どうでしょう。洗面のすごい綺麗。洗濯機の前が開通しました。そこがね、狭かったんだよね。知ってます。ね。今までこの棚がここまで来ちゃってたんですよ。で、この引き出しがこの前に来ちゃう。あれ前ですね。ねえ。だからなんかこんな感じだったんだよね。それが今日から堂々と更新できます。はい。すごい。もうなので体を負けずに洗濯機が開けられることができましたので、スペースが広がったってことです。感動して涙が出ちゃう。お母さん、私キッチンの方が大変だったんですよ。いっつも大したことじゃない方の学びの方がで感動されちゃう。どういうこと？お母さんは何？この洗濯機が行きづらくて悲しかったの？いやいや、感動しちゃって。本当？お母さん、私昨日お父さんの部屋大変だったんですけど。すごいね。感動しました。ね、スペースが広がるとお母さんなんか感動するでしょ？手に負えないような状態だったからね。そうね。これはどうにもなんないなと思って諦めてたんだね。本人がやるっていうんで、あれだけ大変な思いしてこんなに綺麗にしてもらえて感動です。涙が出て。いやいや、もう親子でいいですか？横を縦にしただけです。ということで、こちらはね、今までこのラインにいっぱいいろんなものがあったんですけど、とりあえず稼働しないものを上に上げて、この物の定位置をそこに作ったことによって、だいぶここが空いたと思います。ここは実は、一回かがまなきゃいけないということで、使いづらかった場所なので、ストック類みたいなものがここに入っていますので、見ていただきたいと思います。どうぞじゃーん。いや素晴らしいね。はい。全然良くなっちゃったじゃん。ね、なので、ここにスペースができたことによって、ちょっと隠したいものはここに入れていただいて、収納ってやっぱりパンパンに入れちゃうともう死んでしまうので、バッファーゾーンって言って干渉地帯を作ることで、ここに置きがちなものをちょっと置くとかっていうことで開けてますので、あとはもう見ればストック類はここに入っておりますので、ここでやりくりしていただいて、足入れもしやすいやん。そうですね、手前に、スペースがあるので、奥はそう、お母さん電気は私たちつけてはないです。パン焼き器とか、調理、家電とか、あんまり使わないものが結構キッチンの中に埃をかぶってしまっている状態だったので、こういった形でしまってて、使う時に出していただくような形の方が普段の家事労働はスムーズにいくと思いますので、こんな形でやらせていただいてます。いや、本当使いやすそうですね。普段のね、洗濯と炊事以外はね、ほんと子供たちの時間を大事にしてね、またね、自分の時間も大事にしないと。ね。だから、じいじとばあばに協力してもらって、これからも、育児、お仕事、家事、頑張ってください。はい、頑張ります。本当朝から全然違うんですよね。動きが、自分の動きが。おー、ほんと。はい。たった1日だけどそれは感じた。これが、キッチンに入ると、もっと変わりますからね。そうですよね。キッチンが巡りが良くなって、片付けやすくなって、なんか常に綺麗な状態を保てると、きっとね、お母さんに自信がね、そうですね、湧いてくると思う。今までやっぱり、あれもできてない、これもできてないっていうストレスがあったと思うけど、もう全部私が代弁しないとあなたは言わないので、もうみんながね、言葉が少ないっていうかね、もうそうなんです。表現力豊かなのは次男だけっていうね。次男。どうした？ま
まあ私と次男と次女は同じ血が流れてるんですからね。はい。まあこんな感じで。一緒だとか言って誰が12月21日誰が私がだからなんか同じ匂いがするなと思ってたんだよね。そう、調子もんで、秋っぽくて、もう勝手に来て勝手に帰る。びっくりです。はい、なんなら私の誕生日を知ってることがびっくりですよ。あ、いろいろ調べてる。調べたのね。怖い。動画見て、どうやって注文するのかなとかいろいろ調べて。注文ね。あ、しないでくださいね。間に合ってますからね。だからもう一人で頑張んないで、家族みんなで協力し合ってスタートにしてください。ゴールじゃなくて。ね。長男も昨日課題やろうかななんて言い始めてるんで。課題をやる。いつもやらない息子が課題をやりたいと思うぐらい気持ちが変わったってことですね。これは良かったことじゃないですか。ね。皆さん本当にご協力ありがとうございました。2日間ありがとうございました。ありがとうございました。違えるようになった。みんなに反対されてたんですよ。主人も変みたいな感じだけど、誰も信じてくれない。いやもうでもみんなそうよ。やってもらえばいいじゃん。あ、本お前が当？やるこう頼みたいって言うから、うんああそういう気持ちになるんだったらやっていいんじゃない？私だけ。賛成してた。頼んでよかったですね。やっといいコメントくれたよね。いや、信じてた通りで。じゃあお時間でお別れたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで、使いづらかったキッチンが作業スペースを確保することで料理がしやすいキッチンに生まれ変わらせることに成功いたしました。大好きなお菓子作りもたくさん楽しんでいただきたいと思います。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか？次回の週末ビフォーアフターはカラフルなお部屋にお住まいの4人家族のお宅に訪問してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。週末ビフォーアフター祭り2024、古方純子の爆笑トークライブであなたの暮らしに愛と笑顔を届けます。大盛り上がりの大抽選会でおなじみの商品がゲットできるかも。ご家族お友達お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。たくさんのご参加お待ちしてます。